これ一つです。このキャリーバッグですね。ぐるぐるがついてるこんな感じなんですけど、これは飛行機の中めっちゃ寒いんで、ジップ付きのポケットがついてて、ここにパスポートが入ってます。はい、ではね、それぞれのポケットの中に何が入っているかを紹介します。ポケット1、2、3、4、5、6、7、8、9、10外側にあって、で内側にもポケットがなかったんですけど、両方ね、100円ショップのこういうメッシュのポーチを縫い付けました。ではちょっと紹介していきますね。左と右に入ってこのちっちゃいポケットはエアポッツですのフライト7時間とかだと1個だとすぐ切れちゃうんですね、充電が。それ飛行機の中すごい騒音なので、これノイズキャンセリングめちゃくちゃいいので、これで使ってます。あとちょうどね、この大きさぴったりなんですよね。だからすごい取り出しやすいしいいです。では次ね、この下のポケットは何かというと、まず左のポケット、これはいつもこれは私が自作で作ったこれも100均のちっちゃいポーチをガムテープでくっつけただけなんですけど、よく日本旅行する時とか現金が必要なことが多かったりするんですよ。あとスーパーマーケットでも現金で払うと安いところがあって、その時も持ってきます。で間は1000円札何枚かで、こっちは5円と1円で、こっちは100円以上みたいなのが入ってます。でそうすると細かいお金出すのも時間かからないのでめちゃくちゃ便利です。これはもう壊れてもまた直して使ってます。ここはですね、これはちょっとした身の回りのものですね。リップとか口紅とかですね、あと歯間ブラシとかバンドエイドとかちょっと入ってます。この2つは結構普通の生活でもちょっとお買い物とかちょっとお茶しに行くとかいう時でもこれで事足りちゃうので持ってます。頭痛薬も入ってますね、実を言うと。はい、ここはポケット使ってないです。はい、でここはですね、こういうリール式の充電コードが入ってます。これめっちゃ便利ですよ。このポケットはモバイルバッテリーです。最近はどこの空港でもモバイルバッテリーだけ出してとは言われないですね。ノートパソコンは出してと言われました。次、左のチャックの大きいポケット、旅行の自分で作ったシェルとかバウチャーとか航空チケットの機械とかいチケットとかね、全部入ってます。全部の旅行のが入ってます。次、左4、飛行機でもらった水があったのでこれも入れてます。ここ水がないから後でスーパー行って水を買ってこなきゃいけないね。それから内側のこの自作のポケットの左側行きます。左側は何かと便利なウェットティッシュですね。はい、これ2つポケットがあるんですよ。なんでもう一つのところには、ちょっと使っちゃったのがあります。これ Kindle と、あとのど飴と、あとこれはノドル濡れマスクが入ってます。飛行機で必ずしてます。あと北海道今回も使いました。羽田からシンガポール寒くて北海道使いましたね。左手の肩のところにつけてましたね。左側窓で寒かったんですごいそれでもあったかかったです。はい、あとメグルイズムマスク、匂いがするマスクもここに入ってます。で反対側行きます。でさっきねタクシーの運転手さんもすごくよくしてくれたんでチップも渡したんですけど、このポチ袋にチップを入れて、でさっきの運転手さんにはちょっとメモをしてありがとうっていうのを入れて、これの意味を書いてね裏にでお渡ししました。日本円で500円ぐらいかなにお渡ししましたね。で空港で1000円分だけ両替しました。レートが悪いです、空港はね。なんで後でここで、両替しに行きます。はい、最後ですね、このポケットか。この飛行機の中快適グッズですね。首枕とネックウォーマーはこれ顔までくるんでめっちゃいいです。厚手の靴下なんですけど、今回は使えませんでしたね。これがベストの中に入ってるものですね。すぐ必要なものですね。なのでかなり身近にすぐ手の届く体についてるところにあるので、めちゃくちゃこのベストは便利です。では次はこのカバンについて説明をしたいと思います。はい、このキャリーバッグなんですけど、これも手荷物として機内に持ち込みます。
ソロツーリスタさんのキャリーバッグですね。ここビヨンって伸ばすとこうやって引くことができるし、あと背中これ伸ばすとリュックになりますね。で外側を見ると、私はこれ100均でペットボトルホルダーをつけました。一番正面ここですね。一番正面は結構大きくて、ここは結構使うものが入って、折りたたみの小物入れで、これはちょっとしたお出かけ用のリュックです。ちょっと予備のここに袋がいっぱいあるので、ジップロックがいっぱいとゴミ袋ですね。このガムテープの芯を抜いて丸めたものも入ってます。左のポケットはジッパーがないんですけど、ここには傘、厚手のジャケットとかこういうのとかって最終的にベストもカイルは入れちゃったんですけど、暑くて着れない時にはこれをパッて出してこの中に入れちゃいます。最高したんですね。この普通にダイソーで売ってるものなんですけど、このコードストッパーっていうのを売ってなかったので、店員さんに聞いたら靴用の紐ストッパーがありますよって言って、それだけそれを買ってここにつけました。ここ結び目取ってつけました。でなんでこれが必要かっていうとですね、ここにこうやってやって、このコードストッパーをギュッてやるとここで止まるんですよ。だからこれがこっちもつけてもいいんですけど、こうやってねギュッてそうするとかなり安定して、ちょっとサブバッグみたいになるので。反対側のポケットはねワイヤーロックと、ね、これも入ってます。こっちはあんまりまだ使ったことないんですけど、これはかなりちょっと一人で旅行が多いと荷物をちょっとそこに置いとくとかいうことがでもちょっと心配なんで、これでもくくりつけてます。完全に安全とは言えないですけど一応つけてます。だから一番上にもね実はこれあるんですよ。立って例えば飛行機の待合室とか待ってる時間とかに使う充電器ですね。充電器とあとヘアクリップと、あとこれですね。この3つが入ってます。逃げれるよみたいな感じです。で懐中電灯結構使うんですよね。停電になっちゃう宿とかあったりとか、夜散歩したりとかする時に持ってきます。なんでこれはすごい助かりますし、これは結構大きい袋なんで雨のカバンのレインコートとしても使えますね。でこれ何が入ってるかというと、これ実はモンベルさんでこれ紐出すとポーチウエストポーチとかに、あと斜め掛けバッグにもできたりするんです。でいい点はここの紐がここにしまえるってことですね。で中に何が入ってるかっていうと、長いやつです。長い充電器、長いのがいいです。それから変換プラグ、それだけですね。はい、これがキャリーバッグの機内持ち込み用キャリーバッグの外側のポケットに入ってるそれぞれのものです。はい、じゃあこのメインの大きい収納場所には何が入っているかというとですね、ここ結構開けてパソコンが入ってるんですけど、パソコンを出してて保安検査場で言われたりするんで、出してもまた入れられる安いようにしてあります。なんで大袋、まずはこれ大袋ですね。ダダーンと、着替えとか入ってるんですけど、ちょっと後で説明。ごめんなさい、液体物ですね。液体物、レンタル Wi-Fi、ウェットティッシュとかの予備、ラップトップですね。全容で言うとこんな感じでですね、実を言うとパソコンも含めると 8.5 キロぐらいになっちゃったんですよ。で LCC とか多分7キロとかまでなんで、もちろんシンガポール航空も7キロだったんですよね。で一応これを出して手荷物にしました。っていうかあんまりチェックされなかったんですけど、結局はそのつもりです。ダメって言われたらこれをですね、手荷物1個として、手荷物は私ゼロなんでね、なんでごめんなさい、身の回り品として出すと優に7キロ以下になりますので、そういうつもりです。あんまりチェックされなかったですけどね。
それでなんでこの2つが平たいかというですね、結構ここに最初パソコンを入れるんですけど、このキャリの取っ手のこの棒のところが出っ張ってて、ここがへこんでるんですね。でここ空いたスペースでもったいなくなっちゃうんで、これを溝に入れて、でこのパソコンを上に置いて、あとこれらを入れるっていう感じです。シンプルですね。出してもすぐしまえます。組み立てるとこんな感じです。でビーチサンダルみたいにここに鼻緒がないので、夜トイレ行く時とかもめっちゃ便利ですからね。もちろんちょっとした海とかね、ビーチとかにも行ってもいいし、洗いやすいし最高です。はい、じゃあこの最後の大きい袋の中に何が入ってるかですね。まずは薬ですね。胃薬とか、あとロキソニンテープとかも入ってます。老眼鏡と息子からプレゼントにいただいたペンとヘアピンから予備の古いスマホ、それからこれは三角定規が入っていた100均のケースなんですけど、サングラス割れちゃうと嫌なんで、ぎゅうぎゅうに荷物詰めてるんで嫌なので、これに入れてます。家の鍵とか予備の現金と予備のクレジットカードと運転免許証と、あとパスポートなくしちゃった時セットです。戸籍謄本とか、ね、一式入ってます。一応ちょっと今回初めてやるので使うかどうかわからないんですけど、携帯ウォシュレット、それから固形石鹸ですね。固形コンディショナーと固形石鹸、体も頭も洗える全身固形石鹸、変換プラグになっている延長コードです。で、着替えです、はい、ちなみにパソコンはですね HP のパビリオンですね。めっちゃ軽いやつです。でここにマウスとか入ってます。マウスとかもろもろのなんか USB とか延長コードとか充電コードとか入ってます。キャリーバッグの中に入ってる全容はこれです。けどね、やっぱちょっと重さが8キロ超えちゃってるんで、もちろんこれを身の回り品として機内に持ち込めるので問題ないですね。なので持ってきた全容はこんな感じです。ベストの中に入ってるもので、中段にあるのがキャリーバッグの外側のポケットに入っているもので、これがメインのポケットに入っているものと、このバッグと、あとはこのジャケットですね。6日間ぐらい泊まるんですけど、ここの部屋がごちゃごちゃになっちゃう前に紹介だけしておこうと思ってしました。In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great.